皆さん、こんにちは。日本語スタジオラジオスタラジの時間です。今日も私、日本語教師の静香とアシスタントのヨッシーが簡単な日本語で日本の生活や文化について話します。このポッドキャストで私たちと一緒に新しい文法や単語も勉強しましょ今日もよろしくお願いします。う。静香さん、元気がないですね。どうしたんですか？わかりますか？新しいイヤホンをなくしたんですよ。3月に買ったばかりなのに。それはショックですね。はい。ところで、ショックの英語の意味はとても驚いたなんですけど、日本人が使うショックですは残念という意味です。そうなんですか。静香さん、結構元気ですね。これならスキットも読めそうですね。今日のテーマは何ですか？今日は文句を言う時の日本語です。ヨッシーはアメリカ人のマイクさん、私は日本人のサキさんです。エピソード10の2人ですね。それでは読みましょイヤホン。マイクさん、お母さんに誕生日プレゼントを渡せましたか？さきさん、実は2週間前にプレゼントをアメリカに送ったんですが、昨日アメリカの郵便局からメールが来て、パッケージをなくしたと言われてしまいました。え、郵便局が荷物をなくしたんですか？時々あるんです。荷物を盗まれたり、なくされたり、壊されたりしますよ。それでもう荷物は戻ってこないんですか？わかりません。多分戻ってこないと思います。じゃあ郵便局からマイクさんにお金が払われるんですか？保険がかけられているので、多分ちょっと払われると思います。そうですか。でもお母さんの誕生日プレゼントなのに誕生日に間に合いませんね。母にはもう話したので遅くなってしまうけど、また同じものを送るつもりです。荷物をなくされたのにまたアメリカの郵便局を使うんですか？他の方法がありますか？国際郵便の会社があると思います。よく使われているのは CHL とか。そうですね。ちょっと考えておきます。せっかく手紙を書いたのに、また書かないといけません。頑張ってください。さきさん、聞いてくださいよ。マイクさん、どうしたんですか？先週郵便局に荷物をなくされたと話したのを覚えていますか？あの後、同じ紅茶を買ったんですが、昨日母からプレゼントが届いたと連絡が来たんです。プレゼントが見つかったんですか？はい、予定より1週間遅れましたが、無事に届けられたそうです。僕、せっかく新しいものを買ったのに。それはいろいろ大変でしたね。その新しい紅茶は自分で飲めばいいと思いますよ。実はもうアパートの隣の人にあげてしまいました。そうなんですか。隣の人にお世話になっているんですか？というか、毎晩うるさいと言われて、ちょっと注意されたんです。それでプレゼントを。そうですか。母が毎晩電話をかけてくるんです。それが日本の午後10時ぐらいで、夜なのに大きい声で話すと迷惑だと言われました。でも隣の人も朝5時にアラームをセットしていて、僕は毎朝それに起こされるんですよ。それなのに。隣の人の気持ちもわかりますね。多分仕事に行くんですよね。だいたい日本のアパートは小さいし、壁もドアも薄いし、隣の音がよく聞こえるんです。このアパートは静かだと言われたからここに決めたのに、外の車もうるさいし、隣の人もうるさいし。ちょっと困りましたね。今のアパートは大学に紹介されたんですよね。困ったことがあれば大学に相談するといいですよ。そうですね。愚痴ってしまいました。すみません。いえいえ、いつでも愚痴を聞きますけど、まずはお母さんと話して電話の時間を変えてしまわないと。僕はいつも母にそう言っているんですよ。アメリカの朝は日本の夜だから電話されると困ると言っているのに、母はいつも夜にかけてくるんですよ。だいたい母の話はいつも。はあ、マイクさん、ストレスが溜まっていますね。私のイヤホンも見つかったらいいな。
ではレッスンを始めましょああ。スタラジ日本語レッスン。気分を切り替えてレッスンを始めます。よし、スキットの中でよく聞いた言い方は何でしたか？う。何々された、何々のに、何々してしまったですね。そうですね。何々されたは受け身形と言います。愚痴を言うときによく使います。先生、マイクさんも愚痴ってすみませんと言っていましたが、文句と愚痴は違うんですか？そうですね。英語ではどちらもコンプレイニングが使えますけど、文句は問題がある相手に直接言うことです。愚痴は関係ない人にその問題を聞いてもらうことですね。ちなみにマイクさんは愚痴るという動詞から定型を作って愚痴ってすみませんと言っています。なるほど。さきさんは何も悪くないですから、このスキットは愚痴を言う、聞くですね。そうですね。でもマイクさんのアパートの隣の人がマイクさんにうるさいというのも、マイクさんがお母さんに電話の時間が良くないというのも、どちらも文句です。文句を言うじゃなくて、苦情を言うという言い方もいいですね。少しフォーマルになるので使いやすいです。よし、ナイスフォローです。では今日の文法、受け身形から勉強しましょマイクさんがよく言っていたされるは受け身形というんですね。郵便局はマイクさんの荷物をなくしました。マイクさんは郵便局に荷物をなくされましたですね。う。はい。受け身は英語でパッシブと言います。スピーカーの視点の文法です。まずはマス形から受け身形を作ってみましょう。では、よし。作ります。作られます。盗みます。盗まれます。見ます。見られます。食べます。食べられます。します。されます。英語のパッシブボイスと同じで、ものが主語になることもよくあります。例えば、東京タワーは1958年に建てられましたなどですね。でも今回のスキットではマイクさんは愚痴を言うときにたくさんの受け身形を使っていましたよ。そうですね。受け身形には迷惑の受け身という使い方があります。迷惑の受け身、つまり自分が嫌だと感じたときに使うんですか？その通りです。スキットを聞いてどんな受け身形か考えてください。保険がかけられているので多分ちょっと払われると思います。これは荷物に保険がかけられているから物が主語の受け身ですね。それからマイクさんにお金が払われるからスピーカーの視点の受け身です。じゃあ、これはどうですか？でも隣の人も朝5時にアラームをセットしていて、僕は毎朝それに起こされるんですよ。これは迷惑の受け身です。マイクさんは隣の人のアラームに起こされます。マイクさんは迷惑だと感じています。そうです。もしマイクさんが僕は毎朝5時に隣の人のアラームで起きますと言ったら、あまり迷惑だと思ってないように聞こえますね。静香さん、このスキットではのにもよく使われていましたね。使われていました。受け身形ですね。静香さん、質問しているのに答えてくれないんですか？先生なのにわからないんですか？ちょっと、よし、みんなが聞いているのに、そんな変なこと言わないでください。ちゃんとわかります。じゃあ、のにの使い方を教えてくださいよ。ですが、や、でもとは違うんですか？いい質問ですね。ちょっとスキットを聞いてみましょう。そうですか。でも、お母さんの誕生日プレゼントなのに、誕生日に間に合いませんね。荷物をなくされたのに、またアメリカの郵便局を使うんですか？確かに、誕生日プレゼントですが、間に合わない。荷物をなくされたけど、また使うという言い方もできますね。ですがやけど、でもも問題ないんですが、のにを使うと残念、不満、びっくりの気持ちが強くなります。
愚痴や文句を言うときにちょうどいいですね。名詞とな形容詞はなのにになりますから注意してください。ではよし、いい例文をお願いします。たくさん勉強したのに JLPT に合格できなかった。暑いのにエアコンをつけないんですか？あの人はどうして彼女がいないんだろう。ハンサムなのに。雨なのに傘を忘れてしまった。いいですね。最後の例文は傘を忘れてしまったですね。次はこのしまったを勉強しましょう。まずはスキットからいきますね。母にはもう話したので遅くなってしまうけど、また同じものを送るつもりです。そうですね。愚痴ってしまいました。すみません。しまう、しまったがあるとマイクさんが残念だ、失敗したと思っている気持ちがよくわかります。そうなんです。してしまうは後悔や残念な気持ちを表すフレーズです。それからもう一つ。実はもうアパートの隣の人にあげてしまいました。まずはお母さんと話して電話の時間を変えてしまわないと。この2つは終わるという意味のしまうですよね。よし、日本語の先生じゃないのにいい感じですね。そうです。このしてしまうはアクションが完了したという意味です。おしまいという言葉がありますね。漢字を見てもわかりますが、終わりという意味です。はい。なので、してしまったはそれが全部終わったという意味ですが、そこから後悔とか悲しい気持ちにも使えるようになったんですね。カジュアルにすると、しちゃったですね。食べちゃった、言っちゃったなど。飲みますは飲んじゃったですね。手形がんで、いでになる動詞はじゃったです。死んじゃったとか。でも、してしまったが終わりか残念か、どうやってわかるんですか？これは会話からどちらの意味か考えるんです。話し方を聞いても大体わかると思います。なるほど。じゃあ注意しながらスキットを聞いてみます。そうですね。もう一度スキットを聞いてみましょう。今回は少しゆっくりになります。マイクさん、お母さんに誕生日プレゼントを渡せましたか？さきさん、実は2週間前にプレゼントをアメリカに送ったんですが、昨日アメリカの郵便局からメールが来て、パッケージをなくしたと言われてしまいました。郵便局が荷物をなくしたんですか？時々あるんです。荷物を盗まれたり、なくされたり、壊されたりしますよ。それでもう荷物は戻ってこないんですか？わかりません。多分戻ってこないと思います。じゃあ郵便局からマイクさんにお金が払われるんですか？保険がかけられているので、多分ちょっと払われると思います。そうですか。でもお母さんの誕生日プレゼントなのに誕生日に間に合いませんね。母にはもう話したので遅くなってしまうけど、また同じものを送るつもりです。荷物をなくされたのにまたアメリカの郵便局を使うんですか？他の方法がありますか？国際郵便の会社があると思います。よく使われているのは CHL とか。そうですね。ちょっと考えておきます。せっかく手紙も書いたのに、また書かないといけません。頑張ってください。さきさん、聞いてくださいよ。マイクさん、どうしたんですか？先週、郵便局に荷物をなくされたと話したの覚えていますか？あの後、同じ紅茶を買ったんですが、昨日母からプレゼントが届いたと連絡が来たんです。プレゼントが見つかったんですか？はい。予定より1週間遅れましたが、無事に届けられたそうです。僕、せっかく新しいものを買ったのに。それはいろいろ大変でしたね。
その新しい紅茶は自分で飲めばいいと思いますよ。実はもうアパートの隣の人にあげてしまいました。ああ、そうなんですか。隣の人にお世話になっているんですか？というか、毎晩うるさいと言われて、ちょっと注意されたんです。それでプレゼントを。そうですか。母が毎晩電話をかけてくるんです。それが日本の午後10時ぐらいで、夜なのに大きい声で話すと迷惑だと言われました。でも隣の人も朝5時にアラームをセットしていて、僕は毎朝それに起こされるんですよ。それなのに。隣の人の気持ちもわかりますね。多分仕事に行くんですよね。だいたい日本のアパートは小さいし、壁もドアも薄いし、隣の音がよく聞こえるんです。このアパートは静かだと言われたからここに決めたのに、外の車もうるさいし、隣の人もうるさいし。ちょっと困りましたね。今のアパートは大学に紹介されたんですよね。困ったことがあれば大学に相談するといいですよ。そうですね。愚痴ってしまいました。すみません。いえいえ、いつでも愚痴を聞きますけど、まずはお母さんと話して電話の時間を変えてしまわないと。僕はいつも母にそう言っているんですよ。アメリカの朝は日本の夜だから電話されると困ると言っているのに、母はいつも夜にかけてくるんですよ。だいたい母の話はいつも。はあ。スキットの中でマイクさんはせっかくをよく使っていましたね。せっかくは大変なことを頑張ってするとか珍しいという意味があります。マイクさんはせっかく手紙を書いたのに荷物をなくされました。せっかく日本に行くんだから少し日本語を勉強するといいよとかどうですか？日本に行くのはお金も時間もかかるので、日本語が話せたらもっと楽しくなりますよね。そうですね。皆さんはせっかくスタラジオを聞いているんだから私たちの古いビデオも見てください。せっかくだからコメントもしてください。あ、もう終わりの時間になってしまいました。次のスタラジもぜひ聞いてください。それではまた。